はタミヤのオーバードコレクション72分の1スケールメッサーシュミット BF110E の仮組みを行います。タミヤのオーバードコレクションね。こちらはイタレリ製品でしたね。そうそう、初期オーバードコレクションはほとんどがイタレリからの OEM ですね。いわゆるタミレリね。パッケージ写真は完成写真。見ての通りトツモールド。なるほど、金型が古いものになるのかしら。そこまで古いわけではないみたい。1994年の G 型がベースとなっている。そして同じ年にタミヤに OEM されてるのね。イタレリは E 型で発売してないわけね。ちょっと調べてみましたが G 型の後は C 型と D 型を出しているようです。 E 型に関してはタミヤだけなのね。ということはデカールもタミヤ向け専用。もしかしたらそうなのかも。ちなみに E 型の特徴としては機種の機銃を冷やす空気取り入れ口があるのと主脚のタイヤが大きくなっている。今回のキットはその部分に対応しているの？どうやら対応してないようですね。単純にデカールのみが E 型として準備されてるみたいです。それは残念ですね。現在販売されてない理由の一つかもしれない。ところで BF110 ってどんな機体なの？ BF110 はメッサーシュミット社の開発した双発複座戦闘機バイエルン社時代に開発開始されたようですけどもね。双発機というと航続距離と速度が目的かしら？当初は BF109 よりも高速だったり航続距離が長大だったので期待されたみたいね。当初というと性能が単発単座戦闘機に追い越されるまで特にバトル・オブ・ブリテンでは大きな損害を被った。制空戦闘機としては歯が立たなかったというわけね。しかし積載量や航続距離を生かした新たな役割として対地支援や哨戒夜間戦闘機として活躍することになる。 E 型は役割が変わった頃の機体ということね。そうなのだ。他にはどんなメーカーから出ているの？主要メーカーのみとなりますが時系列で紹介しますね。お願いします。最初に紹介するのはエアフィックスで1959年となる。エアフィックスは D 型で出したのね。次はモノグラムで1967年に出る。こちらはいい方ね。次は1971年でフロップからで G 型で出ている。こちらは長谷川に OEM されるのね。1974年には MPC からも出た。こちらはエアフィックスの OEM ですね。1976年には富士見からも出ている。こちらは C 型で出たのね。同年マッチボックスからも出た。こちらは型式が表記されてないですね。1977年にはレベルからも出ている。こちらはフロップの金型のようですね。1980年代のどこかで長谷川からも出ていてモノグラムからの OEM 提供みたいね。長谷川モノグラムってやつね。そして今回紹介するタミヤからで1994年に出た。前述通り同年に出たイタレリからの OEM となる。タミヤは E 型でイタレリは G 型ね。2012年にはエデュアルドからで E 型。こちらは C 型、D 型、G 型とバリエーション展開されているわね。2013年にはホビーボスからも出ているのだ。こちらは型式は記載されてませんね。まずはパッケージ内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストは完成イメージとなっています。陶器明細かしらね。マーキングからだと東部戦線でしょうか。では中身を開けていくのだ。薄いグレーのランナーが2枚、透明パーツが1枚、デカール、組み立て説明書なのだ。塗装図、マーキングは2種類。1942年の東部戦線で第1駆逐航空団所属機、同じく1942年となるが北アフリカ戦線で第26駆逐航空団所属機となる。なるほど。部品点数は95点。72分の1スケールの対戦機としては多いですね。双発機ということとバリエーション展開用の余剰パーツがあるのかしら。ではタミヤの72分の1スケールメッサーシュミット BF110E の仮組みを始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。操縦席は全部で7パーツ。操縦席床に座席2つとケーキパネル、操縦桿なのだ。双発複座機なので座席は2つね。ケーキパネルはモールド表現となっている。塗り分ければいい感じとなりそう。パイロットはついてませんね。タミレリは操縦席のディテールが細かいので大丈夫かと思います。次はエンジンですね。エンジンは双発機となるので2セット作る。ここではプロペラも一緒に組み立てるのね。エンジンはそれぞれ8パーツ構成となる。エンジン先端部分とプロペラを一緒に組み立てる。プロペラは3枚ペラをスピナーで挟み込むのね。エンジン部分は上下分割。プロペラ用の軸受けにプロペラを差し込む構造。その他に排気管を取り付けるのね。
次は主翼と胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。最初に胴体の組み立てとなる。ふむふむ。胴体は左右分割で2パーツ構成。尾輪は胴体と一体となっている。操縦席を挟み込んで接着。接着後に胴体ビブも取り付けね。ビブは左右分割となっている。選んだマーキングによってパーツが変わります。今度は機種部分ね。機種は4パーツ構成。機種ベースに機銃を3丁取り付ける。実際には機銃の取り付けは塗装後かな。胴体のモールドはどうでしょうか？凸モールドとなる。モールドはくっきりです。主翼はどうでしょうか？主翼は全部で5パーツ構成。ふむふむ。まずは主翼下部の加工と組み立てからとなる。まずは加工部分から始める。アクセサリー用の穴開け加工ね。穴開けが終わったら主脚庫の隔壁パーツを組み込む。この作業が終われば主翼上部パーツと貼り合わせる。主翼のモールドはどうでしょうか？こちらも凸モールドとなる。胴体同様でモールドはくっきりしてます。次は尾翼ね。尾翼の形状は少し特殊です。水平尾翼の両端に垂直尾翼がつくタイプ。パーツ数は3パーツ構成ね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーは分割となっているので操縦席の開閉選択ができる。後部座席は開かないのね。操縦席のみですね。透明度は問題なさそうね。問題なしです。次は足回りですね。まずは主脚から。主脚は左右それぞれで6パーツ構成。分割されたタイヤと主脚で構成されてるのね。次は尾輪となる。戦術通り胴体と一体になっている。次はラジエーターですね。ラジエーターは左右それぞれ2パーツずつ。内部にフィルターを組み込み胴体下部に接着する。左右それぞれつけるのね。続いてアクセサリーなどの取り付け。ふむふむ。左右主翼下に900リットルの増装が付けられる。主翼中央には250キロ爆弾を2個付けられる。その時投管やループアンテなどの細かいパーツも取り付けね。最後に総評なのだ。今回はタミヤの72分の1スケールメッサーシュミット BF110E の仮組みレビューしたのだ。仮組み後の感想はどうでしょうか？94年発売のタミレリのキットですが細かい部分のディテールもよく好印象だった。モールドは凸でしたね。90年代になるとほとんど大モールドだったと思うので当時このキットは選ばなかったと思います。気になる場合は掘り直すなどでしょうかね。タミレリはプラが柔らかいのでついつい掘りすぎてしまう。なるほどね。キャノピーの枠も太めなのが少し気になったけどもその分塗装が楽できそうなのでよしとします。ふむふむ。そして冒頭で触れた E 型の特徴部分がないって部分。機種の穴とタイヤの大きさね。気になる人は追加加工で対応するのかな。少し難しい加工になりそうですが型式が違いますが日本からだと富士見が出しています。富士見のキットは大モールドですね。こちらもモールドが浅めなので掘り直す必要がありそうね。操縦席などはタミレリの方がディテールが上かもね。富士見ともに値段が安い分嬉しいですがどちらも入手性に難があります。高いですが決定版となるエギュアルドの方を選んだ方が正解かもね。ではでは動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。